インフィニティチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。三浦です。秋代です。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、新製品のですね i14-2FWD の、紹介をしたいと思います。今日はですね、開発、ドライバーをやっていただいた、秋代くんに、ちょっといろんなことを聞きたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。まずこの車ですね、商品紹介としまして、今までの i14-2 の部品を使った、フロント駆動 FWD、はい、でこれテストしてて、まず i14-2 と、はい、使える部品っていうと共通の部品って何ですか？そうですね、まず、足回りはもうそのままごっそり共通で使います、はい、あとショック関係、はい、あとフロントのバルク関係ですね、はい、アッパーバルク、ロアバルク、はい、とあとリアバルクに関しては、はい、今回こちらのものが新設計というか、はい、これに関してはシンプル化してるっていうところですよね。そうですね、上下もつながって、一体化したでダンパーステーのところが直接アッパーも取ってるのが、そうですね、14-2FWD 用のスペシャルパーツという考え方なのかな、はい、なのでこの辺が今までの14-2のものを使えばより細かい調整はできるようになってる。そうですね、こちらのノーマルですね、純正のショックタワーを使ってもらえれば、アッパーアームを前後方向にもセッティング、動かすセッティングが可能で、高さだけじゃなくて、はい、でこちらの今までの i14-2 のものを使ってもらえれば、高さの設定がより細かくできるようになるんで、またセッティングの幅が広がると思います。i14-2 ってここに紐を入れて、はい、幅の調整、アッパーの長さの調整をできるように設計されてるんですけど、はい、このキットのものはシンプルに、ダンパーステーのところについてるので、この幅自体は調整ができないと。そうですね。それに対して、オプションを使ってもらえれば細かくできるようになってると。はい、モーターの位置がFF と言いながらかなりミッドシップになってて、この辺テストしたフィーリングっていうのは、例えばテストはフロントモーターだったり、はい、真ん中のこの位置っていうのはテストしたと思うんだけど、はい、走らせてるフィーリングとしてはどんな感じが違いまでありました今まで？まず一番に感じたのはこの位置が一番楽だったっていう。運転が楽ですね、はい、なので、結局この位置に落ち着いたんですけど、はい、前だったら、はい、もっとこうフロントがダイブするんだけど、はい、シチュエーションによってはアンダーステアが出たりとか、でその分ここに、専用のウエイトが入っていますので、はい、バンパーの中に重りが入ってて、はい、これ 85g ぐらいかな、はい、このバンパーの下のここのところにですね、入ってるんですよね、はい、でこれも多分テストして 85g ぐらいにしたと思うんですけど、そうですね、でこれを入れることによってある程度フロントにも荷重がかかって、なおかつ運転しやすさが出てるっていうところなんですね、はい、逆に言うとこの重さ、例えばハイグリップ、はい、秋代のところのホームサーキットのラジテンのサーキットとかであれば、はい、もう少し軽くするとか路面によっては重くするとか、重くすると基本楽になっていくんで、楽になるのね、はい、ここの重りを重くすることによって楽になる、はいはい、センタートルグロッドが、はい、この車長いロッドがついてるんですけど、長いロッドでありながら後ろから見てもらうと調整がかなりスライダーがついてるんですけど、はい、この辺っていうのはどういった形で設計をしているんですか？ここに関しては、はい、例えば位置を変更することによって、はい、リアの合成をが結構大きく変わるんで、はい、今だったら僕はここ使用してるんですけど、はい、マイクカーの穴の一番後ろ、はい、これを前にすることによって、はい、より合成が上がってリアのグリップ感が上がったりすると、はい、じゃあこの部品は結構セッティングの肝にはなる、はい、FF だからついてるだけでいいのかなっていうふうに、正直思ってたところはあるんだけど、そうですね、僕も最初はつけて、はい、
ここはまあそんなに使わないのかなと思ったんですけど、ここが一番効いたなっていう。逆に言うとここだけで調整してる、こことフロントの重りである程度セッティングしていけば、そうですね、車のだいぶ特性が変わってくると。はい、そうですね。他になんかこの部品をつけると効果が大きかったっていうのは、これがですね、僕が感じた大きいポイント、ここのフロントのステフナー、アルミステフナーがあるんですけど、これ i14-2 で出してるステフナーですよね。ここのパーツは2の時から使用したんですけど、ストッククラスでよく使用したんですけど、好きだったよね、これ変えるのね。そうですね、ここ大好きでしたね。で FF でももしかしたらいいんじゃないかと思ってつけてみたら、フロントのグリップ感が上がるのと、あと運転のしやすさもフロントの接地感が上がるんで、まあつけることによってグリップ力が増すということです。そうですね。逆に言うと食いすぎることはない。それがですね、楽になる、イージーになる。初期反応がよく出るようになって奥が逃げるんで、ハンドルをラフに切ってもそのグリップ感が逃げない。FF のそのタックインが見たら少しなくなるというか。そうですね。でこの部品もおすすめであると。そうですね、ここは非常におすすめです。あとこの車設計した中で、一番最初に変えるとしたらどこを変えるのがおすすめになりますか？そうですね、ドライブシャフト、今標準 42mm がついてるんですけど、これを 41mm の方に短くしてあげて、してあげるとより楽な方向に多分いくと思います。疾走感が減る。そうですね。その辺はオプションでセッティングっていう形でそうですね、やっていくといいかなと。ある程度その標準的なこのキットのセッティングっていうのは、秋夫がラジテンで走らせてて、だったり IFS で走らせた中で一番気持ちよく走らせやすくなるセットになってるので、キット買ってもらった人はまず最初に普通に転がしてもらえれば、遊ぶだけのスピードであったら多分十分かな。非常に十分だと思います。あとはFF のボディって結構屋根が高いんで、これの低重心化にもつながる。そういうことですね。ここの部分ね、開けづらいっていうところの普通のではあるけど、SMJ で出てるボディのマーカー、マグネットのボディマーカーとかを使ってもらえれば開けやすくなると思うので、この部分がボディを作る上ではちょっとコツがいるところ。そうですね。スタビライザーの設定とかっていうのは、今までの4駆の14-2と変えたりしてるの？今までは、フロント硬くリア柔らかくか、前後一緒かっていうセッティングが基準だったんですけど、今回は FF に関してはフロント標準が 1.3、でリアが 1.4mm と、リアの方をちょっと硬くしてます。でリアをロールし軽い車は、重量配分的には後ろの方が軽いけどタイヤに対してこう目圧をかけるっていう面でリア硬めのスタビを使ってる。この辺は柔らかくすることの方が硬くすること？僕は硬くすることの方が多かったです。逆にそうするともっと硬いスタビにしていくっていうのも一つの方法。そうですね。その方が、前後のタイヤの減りで考えると、リアが硬く、スタビを硬くしていくと、リアのタイヤが減るようになっていくので、ちゃんと前後のバランスが取れていくと思います。そういうことなんですね。いいポイントですね。どうしても FF になるとね、フロントタイヤばっか減っていっちゃうから、大体こうみんな見てると、セッティングはやっぱりこうフロントを硬く、リア柔らかくっていうが多かったんですけど、僕はちょっとあえて逆にしてみようと思ってしてみたら、ボディのね重心位置も普通のツーリング4よりも高いから、そういった意味で重量的には後ろ軽いけど硬めにするという形で、この辺セッティングシートの方も随時アップしていきますので、それを参考にしてもらえればなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。